いつの世も現れる正義。プロローグ。焼け焦げた電柱が傾き、瓦礫の山の隙間から伸びたタンポポが風に揺れていた。昭和20年9月、東京下町の空にはまだ硝煙の匂いがまとわりつく。焼け残った長屋の軒先で痩せた三毛猫が傷ついた前足を舐めていた。その視線の先にツタに覆われた洋館がひっそりと佇んでいた。金文字の中谷田動物病院の看板は爆風で半分剥がれ、近所の子供たちが魔法の動物病院と墨で書き加えていた。館内の診察室では白髪の老医師がすすけたランプの下で薬草を臼で引いていた。中谷田宗一郎博士62歳。南方戦線を転々とした過去を持つ彼の左腕には、ジャングルで追った蛇の交渉跡が紫色に光っている。薬草が発する青い煙が天井のシミに触れると、亀裂が縫合するように閉じていく。博士小鹿の出血が止まりません。看護婦装束の少女が扉を叩きながら叫ぶ。廊下の奥からは負傷した鳩の羽音と子熊のうめき声が重なり合う。博士はガラス瓶に詰めた蛍光色の液体を手にかけ出す。その背中を壁にかかった古い家族写真が優しく見送った。焼け焦げた縁のフレームに若き日の博士と笑う女性、膝に抱かれた黒猫が写っている。第一章、孤児たちの集い。配送庫の天窓から差し込む月光が錆びた機械の影を不気味に伸ばしていた。15人の子供たちが段ボールを敷き詰めた床にエンジンを組む。中央で火を焚く鉄鍋からは芋のつるのスープが匂い、空腹を訴える腹の虫と競うように咳払いが響く。明日の作戦は墨田区の闇市だ。16歳の健太が地図を広げる。左方のやけど跡がろうそくの明かりでうごめく。軍刀の唾を加工したブレスレットがカチリと音を立てた。米軍の監視が厳しいからユキとタケシは見張り役。俺たちはやめてよ。か細い声がエンジンを切り裂く。12歳のユキが膝を抱えたまま震えている。ボロ布で巻いた右足からにじむ血が新聞紙に黒い花を咲かせていた。昨日だってあのおじさん本当はパンを分けてくれるって言ってたのに。バカ言うな。健太の拳が鉄板を叩く。鳩時計の残骸が床に転がり落ちた。優しい顔した密告者の方が怖いんだ。お前の親だって。言葉を飲み込む音。ユキの瞳に浮かぶ涙が月明かりに光った。倉庫に重い沈黙が降りる中、外から不気味な羽音が近づいてきた。ガラス窓を叩くのは片翼が裂けた白いフクロウだった。第2章、魔法の動物病院。雪を背負った健太が病院の扉を蹴破った瞬間、樟脳と発火が混ざったような清冽な香りが鼻を刺した。受付の壁には鹿の角からツタが垂れ下がり、天井裏では何匹もの影がざわめいている。早くここに。中谷田博士の声で振り向くと、手術台の上で小鹿の傷口から緑色の蛍光が漏れていた。博士が滴下した薬液が血肉に触れると、肉が糸のように紡がれ、骨がサンゴのように成長していく。魔法みたい、ユキが夢見るようにつぶやく。
健太は博士の白街灯の裾に血痕がにじんでいるのに気づいた。人間の小な鈍い光を放つシンクだった。治療が終わると、博士は紅茶色の目で二人を見下ろした。戦争で孤児になったのか。健太が無言でうなずくと、老医師の手が軍服のポケットに潜る。取り出されたのは黒猫の毛が編まれたブレスレットだった。これはお前たちのような教会に生きる者へのお守りだ。動物と人間の狭間で博士のつぶやきは突然の地鳴りにかき消された。病院全体を揺るがす方向が地下から響き渡る。棚から転がり落ちる薬瓶の群れが床に青い炎の花を咲かせた。第三章、悪魔の影。地下牢獄のような空間に鎖でつながれた黒ヒョウが牙をむいていた。その目は溶けた琥珀のように渦を巻き、傷だらけの体からは影の触手がうごめいている。影食だ博士の懐中電灯が壁に無数のひっかき跡を照らす。戦場の怨念が具現化した存在。今までは薬草で封印していたが、光輪が浮かび上がる壁に新聞記事の切り抜きが無数に貼られている。行方不明者、原因不明の病死、自殺。健太の喉が渇いた。黒ヒョウの影が天井に映ると、そこに自分たちが倉庫で盗みを働く姿が浮かび上がる。ユキがやめてと叫んだ夜の光景が歪んだ鏡のように再生されていた。奴は人々の罪悪感を餌に成長する博士の杖が床を叩く。お前たちの持つ食材の光だけが。冗談じゃねえ、健太が後ずさる。俺たちは悪魔退治なんかできねえ。ユキ、帰るぞ。しかし少女は黒ヒョウの檻に手を伸ばしていた。影の触手がユキの傷口に触れた瞬間、真っ白な光がほとばしった。フクロウの羽が虚空から舞い降り、ユキの足の包帯が溶けていく。博士の目が初めて驚きで見開かれた。君たちは契約者だったのか。第4章、修行と仲間たち。地下聖堂のような広間で13人の孤児が動物たちと向き合っていた。健太の目の前でプロバンス産の黒猫が人語を紡ぐ。我が名はミケトラン三世。おっぽで少年のやけど跡をなでる。お主の心の傷は闇を嗅ぎ分ける嗅覚になる。ユキは白いフクロウと額を合わせている。シロさん、あの時私を導いてくれたのね。翼の欠けた部分から光の羽が生え始める。博士の杖が石床を鳴らす。契約の儀式は魂の分かち合い。二度と元の生活には戻れぬ。孤児たちの手首に動物の毛で編んだ腕輪が輝く。深夜の特訓では、たけしがカメレオンと一体化して壁を駆け上がり、最年少の幸子がリスと共に未来を予知する。だが健太だけはミケの術を習得できず、軍刀の唾を握りしめては倉庫時代の悪夢にうなされた。なぜ俺だけ瓦礫の山を消さんらす健太に博士が戦場での体験を語り始めた。あのジャングルで私は妻を救えなかった。だからこそ君たちには。博士の代わりになんかならねえ、叫びながら飛び出した健太を待っていたのは、悪魔の影に支配された町だった。人々が影の触手に引きずられ、
ユキたちが必死に戦う姿が視界に飛び込む。第5章、悪魔との戦い。東京駅の丸屋根が影の渦に飲み込まれていく。健太はミケと融合した黒い影となって屋根をかけ、触手を切り裂く。ユキたちの光の矢が虚空を切り、幸子の余地が仲間を危機から救う。奴の本体はあの黒ひょうじゃない博士の叫びが響く。地下病院から這い出た影杭の真の姿は廃墟となった帝都そのものだった。無数の影が集合し、戦死者の顔が表面に浮かび上がるモンスターが立ちはだかる。健太の軍刀が砕ける。ユキがかばいに来て影に貫かれる。ごめんね、リーダー。幸子の悲鳴、たけしの怒号。その瞬間、健太のやけど跡が灼熱感を放った。お前たちの罪は、俺がしょう叫びながら影の海に飛び込む健太。ミケの声が脳裏に響く。では我がすべてを捧げよう。黒猫の影が健太と完全に融合し、光と闇が交錯する剣が生まれる。最後の一戦が帝都を貫く。影が晴れていく空に、焼け跡から桜の木が一本、白い花を咲かせていた。エピローグ。春の日差しが病院の温室を照らす。車椅子のユキが笑いながらフクロウに餌をやり、たけしはカメレオンと荷物の配達に奔走している。屋根の上では、右腕に黒猫の入れ墨を入れた健太が博士と将棋を指していた。あの戦いで失ったものも多いが、博士が銀賞を動かす。得たものもあるようだな。健太は遠くで遊ぶ子供たちの声に耳を傾けながら格好を滑らせた。俺たちはもう教会を守る番人さ。次はあんたの番だ。風に乗って桜の花びらが舞い込む。診察室の古い家族写真の前で、黒猫のミケが満足げに尾を振った。新しい契約者たちの物語がまた始まる予感に満ちた春の日。